こんにちは。今回は、この色違いの生地を使って、前回ねこれでこういうドレスを作ったんですけど、ちょっとね花柄をねやっぱ入れたことでちょっとこうなんていうの、こっちは結構ドレッシーっていうかよそ行きっぽい感じの風合いになったんですけど、今回はちょっとカジュアルっぽく普段着っぽく着れる感じのワンピースを作りたいと思います。ちょっとねこう前開きでボタンにしたくって、ボタンにしてちょっと袖をつけたいかな。ちょっとだけ袖をつけて、これね若干生地が少ないんですけど、多分2メートルぐらいしかないんですけど、そんな感じで、カジュアルダウンをした感じの、ワンピースをこの生地で作っていきます。はいね、ちょっとブラウスを作るかどうするかっていうのでちょっと悩んだんですけど、この生地がねすごい可愛くってね、これでねこれ袖にしたらすごい可愛くないですか？こういう袖可愛いんだけど、もうねもうほんと全然なくって、袖作ったら終わりっていうぐらいしか量がなくって、だからこうボディを白い生地、薄い白い生地とかで作って、袖だけこの生地を使うとかね。これでねショートのパフィースリーブ作ったらね絶対可愛いと思うんですよ。絶対可愛いでしょ、こういう風になったらね。そうなんです。まあちょっと全然関係ないんですけどとりあえず今日は、この生地でワンピースを作っていきます。ちょっとね今ねパターンをねどうしようかなって考えてでちょっとひらめいたんですけど、こういうね可愛いよね、これをね使いたいなって思って、なかなかね可愛いんですよ、こういう感じで。真ん中開きでこういうボタンもあるんだけど、一番上だけリボンにして下がボタンにして、こういう感じで作ろうかなって思います。でちょっとこういう風なドレス、こういう感じのこう袖をつけるシャーリングはこういう風にはしないけど、こういう感じになるようにこういう感じでちょっと作っていこうかなっていう風に気が変わりました。こう袖の方もこう肩の方までこれがついていく感じでちょっと作っていこうかなって思います。今回も作りながらで、これを作った時みたいにこれがね今度こういう風になるような感じかな。この胸の上から、ギャザーが入ってくるっていう感じにしようかなって思ってます。はい、ちょっと作ってみますね。はい、今この後ろのパネルですね。これは後ろのパネル、この脇のとこだけちょっと切ってゴムを入れる部分を今アイロンがけしましたので、
ここを今からこう縫っていって、このゴムが入るところを今から作っていきます。今縫い終わったんで、ゴムをねこの中に入れてます。よいしょ。はい、今こういう感じです。こちらが前で、前と後ろ両方に、ゴムを通し終えました。でまだねゴムは留めてなくって、今安全ピンだけで留めてる状態で、今からこの脇を縫っていって、脇を締めていって、で実際に着てみてゴムの長さを調整していこうと思います。今はこういう感じです。ちょっと試しに袖をねどんな感じかなっていう感じでやってみてるんですけど、まあこういう感じになるかなと思います。今ちょっと安全ピンでつけてるだけなんですけど、これでとりあえずねもう全部ゴムは入ってるんで、これで袖を両方つけて組み立てて、こういう感じで縫っていこうかなっていうふうに思います。はい、今こうやってリボンを作り終えました。こうリボンをつけるとちょっとそれっぽい形に見えますね。で今から、ボタンホールを上からつけていって、ボタンをつけていきます。はい、これが私の初号機のミシンです。久しぶりに出してきました。今からこれでボタンホールを、つけていきたいと思うんですけど、ちょっとね糸調子の調子が多分悪くて、糸調子の調子が悪くてこっちのこれに買い替えたんですね。なのでちゃんと縫えるかどうかちょっとわかんないんですけど、久しぶりに使ってみたいと思います。久しぶりだね。なんとなく分かってきたんですけど、じゃあちょっとワンピースに印をつけてボタンホールを縫っていこうと思います。はい、今こういう感じでリボンだけ通しました。ボタンをつける前に先にこのレースをつけようと思うんですけど、この袖の裾のこのケバケバ、これをこのまま残して、袖はこのまま残そうと思うんですね。それでこのレースをつけるときに本当はねこのレースの長さがいっぱいあるんだったら、このギャザーをつける前に最初につけてから、ゴムを入れた方がつけるの簡単だったんですけど、ちょっともう短いからギャザーをつけてからしかつける分の長さがなかったんですね。なんでこれ上からつけるんですけど、こうもう最初からこう折ってこう縫おうかなって思ってたんですけど、
でもちょっとこれみたいな感じで、このケバケバをもう見せる感じで縫っていっちゃおうかなって思います。ちょっとずつほつれてはくるかなと思うんですけど、自分のやつなので、なんかどういう風に年数経ってどういう風になるかなっていうのを見たいのもあるから、はい。それで最後に、ボタンをつけようと思います。今1個だけボタンホール作ったんですけど、一応ボタン7つぐらいつく予定なので、ちょっと気が長い作業なんで、ボタン付けは最後にしようと思ってます。今ね、レースがつきました。かわいい。こう端を処理しないでそのまま縫い付けたんですけど、なんかこのケバケバがかわいいです。こういう感じでね、かわいい。とりあえずいい感じなので、これでボタンをつけていきます。今こういう感じで、ボタンを下の方までつけ終えました。で、ここがね、ちょっとね、開いちゃうんですね、ここが。このサイドがゴムが入ってるんで、リボンをしてもここがちょっとこういう風に開いちゃうので、こういうスプリングホックっていうのを使って、ここにホックを入れて、こうちゃんと止まるようにしたいと思います。はい、今つけ終わりました。このね、後ろ肩にフックをつけました。本当はね、こっち肩につけたかったんだけど、そうするとね、金具がちょっと見えちゃうので、金具が見えないようにこっち肩につけました。でも、ちゃんとここが閉まるようになったので、はい、よかったです。あと、シソを処理して完成です。できました。完成しました。はい、こんな感じで、完成しました。こういう感じですね。ここにホックをつけて、ここはちゃんと閉まるようになったんですけど、ちょっとね、思ったより、こう、デコルテが見えすぎるっていうか、もうちょっとね、上にしたかった。この、フリルをね、最後につけたことによって、多少ね、ここのゴムをやっぱ伸ばしながら、これをつけたんで、ちょっとね、緩くなっちゃったんですね。この袖の、ここの部分が。なんで、ちょっとこう、下に落ちてきやすいのと、あとちょっとこの脇のカットを多分もうちょっと深くして、袖をもうちょっと、こう、脇がね、もうちょっと深くカットした方が良かったのかな。
とねちょっと微妙なんですけど、まあ自分のなのでいいかなっていう感じではありますね。後ろはこういう感じで、後ろもねカットがかなり深めにカットされてるんですけど、まあでもこの袖の縁をこのまま切りっぱなしで残して、このリボンもねもうそのまま縫い目を見せる感じで切りっぱなしでただこう縫っていって、ちょっとこう若干ヴィンテージ風っていうかね、生地がやっぱそういう雰囲気なんでまあいいかなっていう感じなんですけど、こういう感じでもう本当にパターンとしてはもう長方形に切っただけで、長方形のただギャザー寄せて、ワンピースにしたんで、なんかこうシャツワンピースみたいな感じですね。こうストーンとした感じの作りになってますけど、ちょっとやっぱ緩いですね、出来上がりがね。緩いな、やっぱりこれをやっぱつけるのをね、ちゃんと本当は長さがあればこれを最初に縫って、でそれでゴムを入れるっていう風にした方がするとね、ちゃんとやっぱ最後にゴムをつけるっていう作業をするともうちょっとねピシッとなったかなと思うんですけど、ゆるいですね。まあでも部屋着かなと思います。よいしょ、こういう感じで、そうボタンもねすごい小さいボタンなんであんまり見えないかなと思うんですけど、一応前開き、ほんとシャツみたいな感じですよね。はい、そんな感じで今回は、自分用の、ワンピースを作ってみました。次回はねちょっとまだ何を作るか考え中ですけど、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。